髪色をちょっと明るくしてみました。ブンブンカワカワブンカワです。いつもヘアカラーするときは9とか10番を選びがちなんですけれども、これから暑くなってくるのでちょっと明るい色にしてみました。そんな話はさておき、今日は3月に購入した村染めコード版とリス仕様のカードサイズのレザーバインダーがお迎えから1ヶ月経ちましたので、この2冊のエイジングと近況報告をお届けします。よければ最後までご視聴ください。振り返れば3月は3000マンスリーでしたね。これは本当にしょうがないことなんですけれども、私の大好きな、私好みの色や風合いになった村染めコード版が登場しましたし、私の推しの革質のリス仕様から新しいサイズが出たってことで、これは買わなくてはいけないということでね、2冊ともお迎えしております。この動画を公開する頃には、この2冊ともお迎えから2ヶ月ぐらい経っちゃってるかなと思うんですけれども、村染めコード版使い始めるまでにちょっと時間が空いてたりとか、あとは時差でお迎えしているので、こっちも実質3月の後半ぐらいにお迎えしている商品ですので、実際に使い始めたのは4月ぐらいからと思っていただいて、使い始めて1ヶ月ぐらい経ったタイミングで、エイジングや近況報告をお届けできればいいなと思っております。お迎えしたのが早い順っていうことで、まず村染めコード版の方からお届けします。改めましてこちらが村染めコード版のミニ6で、色はワインです。もうね、本当に可愛いんですよね。光の当たり方の加減で風合いが変わるっていうのも本当にね、たまらんですよね。このレザーバインダーの開封、それからセットアップ動画も一応上げているので、そちら見ていただきたいんですけれども、こちらの村染めコード版のミニロックですが、今何に使っているかと言いますと、知人に資格の勉強を教えてるんですけれども、その勉強を教えるための手帳っていう感じで使っております。開封の動画も上げてますし、セットアップ動画も上げてるので、そちら見ていただきたいんですけれども、その一つの試験の中に複数の科目があるので、科目ごとに分けて一応ね、教えるべきこと、教えたい内容とかを書いて管理してます。本当はここに日付リフィルを入れて、試験までのスケジュール感とかを管理しようかなと思ったんですけれども、ちょっとここに日付リフィルを入れるのが難しそうだなっていうことで、スケジュール系は別の手帳で管理してます。これは100円ショップで購入した手帳です。勉強を教えるって決まったのが4月ぐらいだったんですよね。なので、そのタイミングで、今年の12月ぐらいまでの日付リフィルがあれば全然足りるっていう感じだったんですよね。そこでわざわざ1000円近くする手帳を買うっていうのももったいないですし、このミニロックと一緒に挟んで持ち歩きたかったんですよね。このちょうどいいサイズ感とかのものっていうのをね、探すのが結構大変でした。このダイソーの手帳だったら、ほぼほぼミニロックぐらいのサイズ感で収まりますし、厚みもそれなりに抑えられてます。月曜始まりでとてもシンプルです。後ろにはウィークリーのページもあります。その後ろにはちょっとしたメモページとかもあります。複数の科目を勉強しないといけない試験を教えているんですけれども、いつまでに何を終わらせてないといけないのかといった具合のスケジューリングをここでやっております。私もその試験に受かったのがもう何年も前、5年以上前の話なので、結構忘れてたり変わってたりすると思うんですよね。なので、もう一度勉強し直しをしていて、本当はその勉強した内容とかをここにね、書いていこうかなと思ったんですけど、ちょっとね、それは現実的に難しい。勉強し直したことまでここに書いちゃうと、もうね、キャパオーバーというか全然足らないっていう感じなので、その基本的な勉強し直しはこちらのノックスの英語のこのね、紙製のバインダーに資料を印刷して、で書き込みをして勉強をしています。これが私にとってのテキストなんですけれども、その勉強する中で重要なポイントとか、そういうのがあるじゃないですか。そういうのをピックアップしてこっちに持ってくるとか、引っかかりやすいポイントとかあるじゃないですか。そういうのをこっちに書いておくとか、そんな感じで、伝授していく。試験の勉強でも、めちゃくちゃ大事なところとそうじゃないところとメリハリがあるわけじゃないですか。よく問題に出される箇所とか、問題に出されても、比較的簡単な問題だから絶対に落としちゃいけない問題とか、いろいろあると思うんですけど、そういったものとかをどんどんこっちにね、書いていくみたいな。そんな感じで今運用しております。プロターの 11mm リングは薄くて持ち歩きには便利なんですけれども、がっつり勉強しようと思うとどうしてもこの 11mm リングの壁っていうのにぶち当たるので、そういった時にうまくこのノックスの
この紙製のね、バインダーとかでしのぐっていう感じで運用してます。この手帳をどう使っているかお話ししたところでエイジングの様子を見ていきましょう。村染コードバンに関しては黒く見えるところ、それからちょっと赤紫色に見えるところ、ちょっと肌色味がかったこうね、白っぽい感じの部分とか、大きく分けて3色ぐらいの色味が見えていると思うんですが、これは元からこういった色味の革でございます。動かしてると結構輝きがあるんですけれども、これも元から結構輝きのある革です。お迎えしてすぐに私がね、ここに爪傷を作ってしまいました。これがあります。この革自体がお迎え当時から結構細かい傷とかがあって、ここにサーってあったり、至るところに細かい傷とかがあったりするんですけれども、お迎えしてすぐに私がね、ここに自分で爪傷を作ってしまいました。自分が作ってしまった傷として認識しているのは今お話ししたここの1箇所のみです。内側ですが今のところリング跡とかも特になく、元の状態のまま使えてます。コードバンは水に弱い、爪傷に弱いとかね、結構デリケートな革として言われているので、こちらのレーデル小川さんのコードバンをお迎えした時は、箱に入れたまま使う時だけ取り出してまた戻すとか、爪を短く切ってから触るとか、厳重な取り扱いをして大事に使ってきたんですよ。何ヶ月もそういう状態で使ってて、で、なんとなく自分の中で意外と傷つかないんじゃないみたいな感じで吹っ切れて、普通のレザーバインダーと同じように並び始めて、で、今のところね、特に大きな問題もなく使えているっていう現状もあったりして、こちらの村染コードバンも割と早い段階から普通にお外に出してます。ここにあるずらーっと並べてるところにはもう並びきれないので、ちょっとね、箱の上とかにこうポンって置くみたいな、そういう感じで普段保管しているんですけれども、レーデルさんのコードバンをお迎えした時ほどの神経質さみたいな、そういうのはなく普通にね、使えてます。もともとちょっと小傷もありますし、こう、ムラ感のある革なので、そこまで傷に対しての、こう、神経質さみたいなのはないんですけれども、やっぱり水濡れは怖いなっていうことで、そこだけは気をつけてます。今まではコードバンを持ち歩くっていうのは、私の中ではありえないこと、考えられないことだったんですけれども、この子に関しては普通に持ち歩いてます。持ち歩き手帳として使っているブライドルさん以外を持ち歩くときは、だいたい巾着に入れて持ち歩くんですよ。一つの巾着に2、3冊のレザーバインダー入れて持ち歩くとか、そういったこともあるんですけれども、村染コードバンは他のレザーバインダーとは一緒にしないっていうルールを設けて、別巾着ですね。別巾着です。これがだいたい村染コードバン専用の巾着になってるんですけれども、この中に入れて持ち歩く。他のレザーバインダーを持ち歩きたいときは、これとはまた別に巾着を用意して、そっちに入れて持ち歩くみたいな感じで、ちょっとだけ厳重な持ち歩きをしております。その回もあって、今のところ綺麗な状態をキープしております。開封した時に、このレザーバインダーはなんか香ばしい匂いがするってね、その香ばしい香りも健在です。普通にクンクンすると、その香ばしい香りちゃんとします。ということで、この子は、しばらくの間試験勉強を教えるための手帳として私をサポートしてくれます。続いてこちらです。リス仕様のカードサイズのレザーバインダーです。このレザーバインダーに関しては開封動画アップしているんですけれども、セットアップ動画っていうのは特にアップしてません。だいたいプロッターのレザーバインダー購入するときって、このサイズのこれをこういう用途で使いたいなとかって決まって買うとか、あとは一目惚れした時にもこれ用として欲しいみたいな感じで、ある程度用途が決まった状態で迎え入れることが多いんですね、私の場合は。カードサイズのレザーバインダーに関しては、私がこのサイズを持つのが初めてっていうこともありますし、どんな感じで使うのが合ってるのかなっていうのがまだわからないので、特に用途は決めてなくて、今自分の中でどんなリフィルとの相性がいいのかとかね、そういうのをいろいろと確認している。どんな場面で使うのがいいのかなとか、どんなアイテムと相性がいいのか、どういった用途で使うといいのかっていうのを今使いながら探っている状態です。なのでこうやって使えますよ的なセットアップ動画は特にアップしてないんですけれども、使ってますよっていうそういった感じです。メモ的な使い方、それからツールとしての使い方、両方探りたいなと思っているんですけれども、とりあえずはメモとしての使い方を今模索しております。このカードサイズのレザーバインダーはペンホルダーがないので、
ペンホルダー欲しいなと思った場合は自分で何とかするしかないんですよね。とりあえずトラベラーズノートのペンホルダーつけてみようってことでね、つけたりなんかしてたら、ここに結構跡がつきました。革の表面のエイジングとして目立つのはここら辺なんですけれども、内側です。私は本革リングサポーター付きのモデルを購入したんですけれども、この本革リングサポーターの跡がね、結構ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、この辺とここら辺にね、結構くっきりとした本革リングサポーターの跡がね、もうできてます。まだ使い始めて1ヶ月なんですけれども、ブライドルさんと一緒に持ち歩きしてたら結構本革リングサポーターのね、跡がつきました。今はカードサイズと近しいメモ帳を見つけて、こんな感じでね、なんちゃってアシスタントホールを作って、セットして持ち歩いてみてるところです。こちらがニーモシネのメモ帳、それからライフのメモ帳、それからタッチ&フローのジョッター、このね、3種類を今入れて使ってみているところです。ちなみにこんな感じで微妙にはみ出ます。詳細を話すとまた長くなってしまいそうなので、今回は割愛してどこかでお話できたらいいなと思います。このカードサイズのレザーバインダーは、リング変色事件があったのを皆さん覚えていますでしょうか？お迎えして1週間でリングの色がなんかくすんでしまったっていう、そういったお話なんですけれども、今こんな感じの状態なんですけれども、これは革のオイルとリングの金属ですね。金属の反応によるものということで、個体差エイジングみたいな感じで、そのまま使ってくださいっていう、そういった感じのもので、そのまま使い続けてるんですけれども、今私が気になってるのは、このリングの開きですね。開閉自体はちゃんとできるんですよ。特に硬いとかそういったこともなくて、ちゃんと開け閉めできるし、ちゃんとね、止まってる。だから別に平気なんですけれども、この開けた時に、ここの開きが弱いっていうか、浅いというか、この隙間がね、狭いんですよ。近くにあったのがこのプエブルなので、これでいくんですけど、これを開けた時って、これぐらい開くんですよ。ところが、このカードサイズに関しては、これしか開いてないんですよ。こう見た時に全然ね、ゴールドの方はガバッと開いてるじゃないですか。それに対してシルバーの方はちょっとね、優しめの開き。こんな感じで結構開き方に差があるんですよ。カードサイズのレザーバインダーだから当然ね、このカードサイズのリフィル入れたいじゃないですか。で、入れようと思った時とかになかなか入らないな、みたいな。ちょっと斜めにして入れたら入るけれども、取り出す時とかにも上に持ち上げて抜けないな、みたいなね。やっぱちょっとね、抜き方にコツがいるっていうか、ちょっと抜きづらいな、みたいなね。こういう感じがあって気づいたんですけれども、リングとリングの間がだいたい5ミリくらいしか空いてないんですよ。うちのね、プエブロ。こちらに関しては8ミリくらいね、空いてたりするんですよ。これだけしっかり開いてるので、こっちに関しては普通に酸欠のリフィルの出し入れとかも本当にね、簡単にできるんですよ。ちょっとね、このリングの隙間が狭すぎて出し入れしづらいんですけど、みたいなね、そういったね、問い合わせをしてみました。個体差としてちょっと受け入れてくださいみたいなね、そういった回答でした。結構この出し入れで詰まっちゃう感じ、みたいなね、なっちゃう感じがあるんですよね。リングの変色に関してはプロッターを使っていく上で全然支障がないので、それはわかるじゃないですか。わかるんですけれども、個体差って言われちゃったので分かりましたって言うしかないんですけれども、これぐらいね、開きの悪い子が来ちゃった時に、使いにくいなってね、感じると思うんですよね。で、プロッター使いにくいなってなっちゃったらちょっとマイナスじゃないですか。なので、ここに関してはもうちょっとね、なんとかしてほしいなーってね、個人的には思いました。去年の夏にプロッターのポップアップストアがあって、その時にファクトリーアウトレットっていうね、コーナーがあったんですよ。プロッターのレザーバインダーの革の個体差が強すぎて定価販売できないものっていうので、50% オフとかで販売されてたんですけれども、正直そこまで省くほどかなっていうね、ぐらい全然気にならないことかもたくさんあったんですよ。オンラインで購入した時に確かにこれちょっとねってなっちゃう人はいるのかもしれないんですけれども、店頭で実物見て、それを分かった上で購入してくれる人っていうのはたくさんいるんじゃないかなって思うぐらいのね、商品とかもたくさんあったんですよ。なのでそっちじゃなくてね、私はこのリングのね、使い勝手、
こっちは使い勝手に影響してくるので、こっちをもうちょっと検品してほしいなってね、個人的にはそんな風に思いました。決して安い買い物ではないです。ちゃんとリンクがしっかり開くこと、そうじゃない子で、使っているとストレスの感じ方とかも全然変わってくると思うんですよね。商品の品質としてね、ちょっとどうかなってね、ちょっとね、私は正直そこがね、引っかかっちゃったなっていう感じです。ということで、長々と喋ってしまったんですけれども、今回はムラズムコード版とリス仕様のカードサイズの使用1ヶ月レビューをお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。